ウィスカーウッド。ネズミ大砲の研究に成功し空を舞う画期的な移動手段を手に入れた我らがネッツ。お城を作りたい気持ちを抑えきれず建築を開始するも圧倒的な資材不足。頑張って資材集めて建設を続けるぞー。前回青銅の釘の生産を始めたけど倉庫の設定を忘れてたのでホイットな。で作った釘は、こちらの木工所で板3枚と合わせることで家具になります。板を作ってる製材所の隣、これは利便性いいな。即日完成したのでレシピを家具に設定。完成した家具は目の前の倉庫に納品されます。夜中にこっそりコンベアを切り返して石をいっぱい保管できるようにしました。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。いやー切り石を大量に保管するために、左の中型倉庫を大型に作り直そうと思ってね。さいですか。もうお前ら指示した範囲終わったんか、仕事早いな。城建設予定地が終わり、露天掘り現場に移動してきた奴が多くなってほぼ毎日追加の指示を出す状況になってます。てなわけで大型倉庫建設を急ぎでよろ。城建設のためにも切り石を大量生産だ。木工所完成翌日の生産量、わずか9個。家具が全員に行き渡るまで1年ぐらいかかりそう。露天掘り現場で、鈴や鉄刈り鉱石に金と、レアな鉱石が出てくるようになりました。本日も配置替え、急ピッチでの採掘が行われております。今の掘ってる深さは15、最大でどこまで掘れるんだろ？階層表示で一番下が21だからこれが限界かな？意外と近い、マントルまで掘り進むぞー。マントル掘ったらマグマ出んぞ。この丸太を運んでた小型倉庫、昔の炭焼きの名残で使ってないのでコンベアーの撤去決定。気づくの、おっせー。てなわけで製材所方面と合流させました。工業区移転から数年、やっと正しい形になった。秋も半ばになった、植林等の熱源確保のため蒸気放出口の設置をするぞー。去年は間に合わなかった蒸気への移行も、徴税の返礼でもらった鉄でなんとかできそうだ。なるべく広範囲を温めて冬でも丸太を供給するのだ。病人を多発させちゃった鈴鉱脈の採掘現場にも蒸気管を延長。お得意のコンベアーの上に重ねる節約構造。こんな感じになりそうろー。遠目で見てもわからねえよ。おっと見慣れぬアイコンが、ここつなぎ忘れてたか。冬になったら再チェックだな。などと寒さ対策してたら肥料の研究が完了。お次は油を作る搾油場よろ。魚絞って油を取り出す。絞りかすを肥料にとか思ったけど無理か。絞りかすの魚は異空間送り。おっと密輸業者さんだ。でもお城建設に資材使いたいので今回は該当の在庫処分プラスアルファでフィニッシュ。金地金12本ゲット。UK、なんと、人間砲だーん。これアニメオリジナルで原作に怒られたネタを入れるな。てっへ。露天掘り現場で石と鉱石を分離するため、新たにラインを構築中。螺旋持ち上げ階段。掘るたびに下に増設が面倒だからもっとコンパクトにしたいけど両案浮かばず。効率考えなきゃ上にキャンプ置けばいいんじゃね？効率も欲しいの。わがまま。こんな感じになりそうろー。綺麗に並べられたダブル螺旋持ち上げ階段。この大きさになると存在感あるな。やっはー、マネーの力でマックス納税だー。生魚も約2000、生臭そうだ。補給物資ガチャはガチャ石がないので、ノーロールで鉄と板材をゲット。城作りで枯渇した板材の在庫がしれっと1000を超えた。移民の家が足りないので、建て増し。何も考えてない適当建設。18名も無職がおります。キノコ丸正常稼働してるけど、キノコの在庫が残り2個なけん。このままだと魚の串焼きに使うキノコが足りなくなるぜ。そんなわけで食品衛生法改正です。この島ではキノコの生食を再度禁止いたします。食の安全ではなく在庫管理で法を定める。これがうちのレイムさんだ。前回追加されたアンカープラットフォーム、スライダーの下に設置することで足場がスッキリします。足場に使われてた丸太も返却され、見た目も綺麗になって一石二鳥。海にかかる橋やコンベア下をこれに回収すれば丸太がそれなりに帰ってきそう。めんどいからやらんけど。おい。いい感じに石と鉱石が分離できるようになった倉庫、4つ目の回収工事を開始。古いわけの塔を久々に再稼働、仮鉱石から肥料を作るのだ。仮鉱石は石鹸でも使うっぽいから、ここで使っていいかは謎。ふえー。ほぼ毎日再設置の手間がえぐい。やらなくてもいいっちゃいいけどやらないと気持ち悪い A 型に辛い作業。上から削るのは慣れたから簡単なんだけどね。地下の方がレア資源の埋蔵量多いのに露天掘りが面倒なのがこの世界の闇。でもこういい感じにコンベアーを流れる鉱石見るの楽しい。倉庫の立て直しが終わり、
これで切石も2000ぐらい保管できるぜ。植林した木の成長速度より収穫速度が遅いように思えたので、農場マシマシ。以前から頑張ってる干拓跡地の埋め立て地の肥沃度の最大回復地、肥料やっても12から増えず、肥料やってない方も変化ないし謎は深まるばかり。朝から食堂で飯か、いいゴミ分だな。職場が遠くて昨日夕飯食いっぱぐれてんだよ。かわいそうだからなじってやるなよ。おっと搾油所の研究完了。じゃ適当にお茶栽培。まあ参道余ってるから茶は不要かな。さてアンロックされた搾油所をホイットな。蒸気も使うので配管をお忘れなく。油を保管する倉庫も目の前に完備。綺麗に整備して準備完了。あとは油の完成を待つだけ。お城の土台建設時に使った蒸気管、途中で途切れてたけど放置したままじゃった。第一次城建設時にちぎって忘れてた模様。てなわけでサザンクロストンネル天井に配管して島の裏側に伸ばします。水道管が邪魔な位置は地下を通し器用に敷設した。これで島裏の盛り土担当が凍えないね。ここは昨日飯抜きだったし辛い職場だ。さあ今日は秋の最終日、雪が積もる前に第二次お城建設をやるぞー。資材は各種線越え、どこまで工事が進むかな？まずは見た目が微妙だったお城の顔とも呼べる入り口、アプデで追加されたストーンアーチウェイで作り直すぞ。四方を囲ってデコ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 。おお、屋根付き橋だった時より全然いいな。どうせなら内間姿小口にしたいけどアーチ状の石だし難しい。籠城戦する気満々で草。ぶっちゃけ船に大砲積んでる世界だから、城作っても艦砲射撃でボロ負け確定だし適当でいいか。おい。建材コストを減らすために高い石柱を使おうと考えてるんだけど意外と使いにくいね。ただでさえ背の高い建造物がさらにでかくなりそう。これは他で使いましょ。考えがまとまらなかったので、前回工事で板不足でできなかった装飾を追加。3の丸の石垣はこれで完成できそうだ。続いて2の丸の防壁工事、コスト削減のため高い石柱を導入。防壁としては隙間が若干気になるな。まあ敵は侵入できないからよし。石材があるうちにやっちまおうということで、本丸部分の城壁の工事にも着手。足場見る限りこれはコストがえげつなさそうだ。とりあえず3の丸の高さまで工事してみたよ。1000近くあった切り石の在庫がもう半分切っとる。サザンクロストンネル入り口でかなり使っちゃったけど満足の出来。干拓地方面への通勤用にスライダーを設置。一応城内に住む計画な模様。帰りはネズミ大砲かな？城内設計は未定だが、移動手段を着実に模索中。そして二の丸の高さの防壁を建設中に切り石の在庫が終了。今回は板がだ余りで切り石が全然足らんかったな。もっと切り石を作らねば。次回工事に期待。こんな感じになりそうろー。外の防壁は終わりが見えてきたが、まだまだ建材生産の日々が続きそうだぜ。3の丸は今回の工事で防壁がほぼ完成したけど、まだ櫓や他の施設建てないとだね。完成はいつになるやら。余った板材は、野ざらし保管じゃあ。ずる技入りまーす。板？城の裏側が板だらけになっちまったぜ。重ねて保管したかったけど足場にする丸太が不足。燃料生産で丸太需要増えたかな？気温が10度になり熱源が見やすくなったので温度の確認。おっとこの辺寒そうだぜ。追加しましゅ。ネズミが集まり不穏な空気。もしや反乱の密談。誰が掘るかで揉めてるだけでした。ネッツの脳はくるみサイズ、小学校低学年のサッカーの試合同様一箇所に集まる。気がついたら家具の在庫が39個になってました。ので贅沢品供給所で配布を開始。数が足りないから早いもん勝ち。ゲットしたやつは家の満足度が上がるぜ。油用の大型倉庫が完成したので搾油所の稼働開始。でも油って納税できないし密輸もできないから数いらないぜ。そうなの？本日の露天掘り現場、職場に到達不可アイコンで溢れております。そして状況を確認したらまさかの蒸気切れ。ネズミ大砲使えなくて上に戻れなくなったか。こらひもり人よ、何をしておる？って何もしてない？あ、これは指定した倉庫に燃料がないパターンだわ。他の倉庫から取り寄せは2度で学んでこっちの取得設定を削除しましょ。単純にひもり人が2匹じゃ足りない可能性もあるので、一応もう1件追加で建設で様子見ね。ボイラー以外と燃料食うな。で露天掘り現場の様子を見てたら、お茶栽培の研究が完了。次の研究は迷ったんだけど超大型倉庫が欲しいので、思い切ってティア3をアンロックすることにしました。必要資材の量も多いが、倉庫は早く欲しいもんな。蒸気が来るまでは私手ずから運んで信ぜよう。
なお、気づいてないだけでエレベーターの入り口を一番下に再設置していれば、こんなことをする必要はなかった。足りてると思うけど念のためボイラーマシマシ。冬に凍えながら作ることになると手遅れ。密輸業者さんに在庫処分して金25本ゲット。仕立てた街灯の買い取り価値が55と高くてありがたいぜ。こんな感じで秋の最終日が終了。蒸気の方も一応なんとかなってよかったぜ。露天掘りの成果で鉄鉱石17個の在庫を確認。それじゃあ高炉で溶かして延べ棒にするか。鉱石1個で延べ棒5本、掘り続けてるしそれなりの鉄が確保できるかな？足りてそうだけどボイラーさらに追加。蒸気切れにビビるレイムシノズ。鈴鉱石現場から出た石が余ってるので海に廃棄。無計画な埋め立て入りまーす。やっはー、今年最後の徴税、魚を食らいなー。ネズミたちが残業して必死に集めた2400の魚をご賞味ください。補給物資ガチャは2回回してお望みの鉄と肥料をゲット。設計図？それは幻さ。さあ春まで徴税は来ない。補給線よ一番高い品を置いていきなさい。完全に春には支払い踏み倒すムーブ。おっと蒸気の生産量が昨日より2000増えてる。ボイラー追加は正解だったのかも？燃料が赤字でちょい怖いね。この干拓地多分昔浜辺だったらしく、肥沃度の最大値が3しかない。肥料巻けば農業できるが正直微妙だな。一旦農地を解除してさらに拡大してみたら今度は肥沃度が 2% に。呪われた大地。気を取り直して鈴鉱石の採掘現場の範囲設定。真ん中を掘ってから上下の順で掘る手慣れた犯行。犯行言うな。ウキウキ気分で職場に集合するネッツたち。なんだお前ら、余裕ありそうやな。そや、ありがたいにゃんこさんの像置いたる。もっと働けー。鬼かよ。コンベアーも再設置してこんな感じになりました。蒸気放出口の熱だけが彼らの心を温めた。でも賛同はマーックス。なんだかんだで家具とかで喜んでる模様。じゃあもっと残業させましょう。うちのレイムさんはネズミを極限まで使い倒すおつもりです。昨日肥沃度皆無だった農地、これ一旦掘って埋め直したらどうだろう？この砂浜の部分がなくなれば少しはマシになるのかな？寒い危険な職場担当をこちらに呼び寄せ実験開始。一体どうなることやら。おらー、掘った部分はすぐに埋めろー。反抗する囚人の精神を売る拷問を強いる、その姿は真に極悪領主であった。穴掘り飽きたから櫓を作ろう。ネズミには供養させといて何遊んでんだよ。形はこんなもんかな？って丸太の在庫が切れた。櫓を建てるには時期尚早であったか。燃料も減ってきてるし丸太不足が深刻になってきたぜ。丸太不足を補うために植林等のテこ入れを開始。手始めに浜辺の肥沃度回復実験してた土地を解体。結局肥沃度回復せず終了。多分伐採が追いついていないので農場を増地へ行く。確かに成長してるが伐採されてない木が多いな。こっちは熱源範囲から外れたところが切られてないね。熱源直せよ。めんどいから農場を増やそう。おい。てなわけでエレベーターで上に上がれるようにして、新たな農場を建設して農地も少し追加しました。埋め直した土地の肥沃度が、0？小手先のテクニックじゃ絶対に農業させないぜという開発の固い意志を感じた。農場追加して石の除去が終わったらもう肥料撒いて育てよ。穴掘り懲罰のネズミの心が折れる前にレイムの心が折れた。鳥間土地は広げた方がいいかなと思い、とんがり島手前の採掘を開始。平らだと何らかの施設建てたい時に便利。本日は賛同マックス届かず。残業地獄で不満足出。あ、搾油所の油が生産されないなと思ったら、蒸気管の位置が間違っとった場合。気づくの、おせー。しかも配管できない位置だったので搾油所の立て直しとなりました。見た目の収まりも悪くなった。植林等の埋め立て地も浜辺部分を掘って埋めてみようかな。砂浜部分だけ真っ赤だから意味はありそうだけどまた 0% 落ちになりそう。一応掘る場所だけ指定しといて、気が向いたら採掘キャンプ持ってこよ。適当だな。露天掘り現場、気がついたら地下20階層に到達。次が階層表示で見れる最終階層、ラスボス到来だぜ。丸太在庫が心もとないので製材所停止。使いたのざらし保管してるくらいだし過剰在庫だ。植林等の平坦化作業再開じゃ、使いやすくして肥料使って植林するぞ。てか鈴鉱石現場の廃棄された石で埋め立てた地点、ここ肥沃度高いからここで丸太作りましょ。平らだから作業もしやすいぜ。丸太の生産量、燃料の生産量ともに黒字になりました。ひとまず島の運営は大丈夫そうだな。でもお城に使う丸太が足りない。もう諦めろよ城建設。やだ
移民船が来たぞー。もう春になったか、残業島へようこそ。この島の名前はネッツの島だろ。そうだった。でも島の状況これなんだわ。もはや見慣れちまってこれがふるさとの景色だわ。そして移民受け入れもあり、賛同が尽きた。でも夜には半分回復。そろそろ休みをあげてください。密輸業者が来たぞー。って金次がね過去最高の202個も持ってきてる。常識ってもんを考えて持ってきなさいよ。そういうお前も何キリ石1840も溜め込んでんだよ。常識ってもんを考えろよ。資材全部吐き出せば一応全交換できるけど、キリ石は城建設に使うから我慢だ。シセンドレイムは血の涙を流しながら、ネズミたちの衣服を根こそぎ奪い金次がね95本を横領した。来たな徴税人、私の黄金アタックを食らえマックス納税まさかの43000オーバー。こんなもん払えるか補給物資がっつりもらった確信犯がよく言うぜ。あんたにやれるのは生魚一匹だけだよ。これはひでえ。はいはい徴税人は無視して鈴鉱脈の採掘指示。通常業務入りまーす。そして徴税人が帰らぬまま1日終了。さらに税が追加。移民船と密輸業者を待たせた甲斐があったわい。計画的犯行。そして翌日、徴税人が帰るぞー。魚一匹を持って、油の乗ったいいやつなんで味わって食べてね。ガンジーが助走をつけて殴るレベルの侮辱だ。追加徴税だけで3800か。安くはなったが結果は微妙であった。では2年ぶりにがっつり徴税を踏み倒したところで少し建設が進んだお城を眺めつつ今回はここまで。お城なんかそれっぽくなってきていいじゃんと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。嬉しいです。下から見上げるとその規模のデカさがわかる露天掘り現場、果たして次回最下層へと到達するのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。